ごく大事にしてるのは、僕味わいとか正直どうでもいいなと思ってて、美味しいなってたった一つの価値基準でしかないと思うんですよ、はい、正直美味しいとかっていうのを狙ってなくて、世界で一番軽く食べてほしいっていう本当仕込みありきですね、佐藤さんの料理です。来年になったらもっといい状態なんですよ。1年間仕込みしてるっていう、すごい仕込みの量だと分かりますよね、食べて。本当に良くも悪くも思いつきですねはい。よろしくお願いします。最近シャンパンを一気飲みするのが僕の中でマイブームです。なんか背徳感ないですね。いいですね。失礼します。一皿目ですね。鹿と竹って書いてるんですけど、温かいスープの方ですね。こちらが北海道のニニューっていうエリアの人口がわずか4人しかいない、人工物に全く触れない江戸鹿ですね。こちらメスの3歳のもの。こちらで、コンソメを作ってます。で本来ここまで濃く取る必要はないんですけど、この時期でものすごくなんていうんですかね、こう綺麗に処置もされてますし、人工物全く触れてないってことを表現したかったので、かなり濃いトーンまで詰めています。で横に添えてあるのが、ポルチーニのジェラートですね。下には、白カビチーズのフォンデュータと、白カビのサラミですね。あと N25 のシュリンキーってタイプのキャビアと、あとハーブを乗せてます。ちょっと今の北海道の森のイメージですね。キノコがあって鹿があってっていう、はい、1回取ってるわけでもないので、本当ストレートで1回っていう。1回なんですか、これ。1回です。鹿を飲んでますね。鹿を感じてくださいすごい、もううまいな。ラッキーですけど、白甘鯛ありますよね。あ、そうですね。いいですね。藤本さんとこの白甘鯛ので、間違いないです。はい、なかなかこう毒々しい色合いをしてるんですけど、次の料理がですね、すっぽんとつぶ貝でテリーヌを作って、こちらキューブ状にカットしたものですね。で下には三つ葉茹でたものと、純菜となめたけですね、赤玉ねぎのピクルスとビーツとポルチーニの形で取ってる、スープですね。少し香り付けに、燻製のオイルをかけています。スッポンとつぶ貝って珍しい組み合わせですよね。もうこれが豊かですよね。はい、もう自然を食べてる。美味しいです。すごい。すごく大事にしてるのは、僕味わいとか正直どうでもいいなと思ってて、下の上に乗っかって感じるのって5ミリとか6ミリぐらいの世界ですけど、香りって何万種類ってあるので、美味しいなってたった一つの価値基準でしかないと思うんですよ。はい。お客様に何をこう伝えていくのか。はい。深いですね。定点観測って書いてるんですが、ニシンを使った北海道ニシンですね。こちらを使ったテリーヌです。1日
目は塩締めして、2日目に酢で締めて、そこから、少し寝かせてから、発酵させる大葉ですね、こちらのジュースと大葉と、新生姜のピクルスですね、こちらを層にしてテリーヌにしたものです。で下についている赤い雫が、ハスカップですね、こちら乳酸発酵させたピューレと、上には菊のマリネですね、で横に添えている、小さいタルトがですね、ニシンの卵の数の子ですね、数の子とクリームチーズとトリュフで合わせてるタルトです。どうぞお召し上がりください。うまいです、うまいですね。油と酸味がいいですね。半分ぐらいこう進んでからちょっとこう味わいが少しだけ変わるので、だから先っちょしかつけてないですね。そうなんですよ、後半に変わるように。ソースつけてまた全然変わりますね。なんで西なんでしたっけ、これスペシャリテが。世界で多分絶対2種目の魚ってどこに行ってもあるんですよね。誰にでも受け入れられやすいというか、世界中どこでも料理できるっていう。春になると身が痩せて骨が硬くて、卵の方に栄養がいってしまうので、その時には片面に対して大体隠し包丁70回ぐらい先手の方にバーッと打って、でそこからテリーヌ型に固めたり、この時期になるとちょっと油がしつこいなと思うので、すぐしみる時間であったり寝かせる時間でコントロールして骨は全部溶かしてしまったりとか、なのでこう自分の技術を定点観測するっていう意味で定点観測っていう、はい。出汁がめっちゃ出てます。最後にお茶の香りがいいですよね。いやー、手が込んでますね。全然日本酒っぽくないです。やっぱりちょっとワインのイメージすごい強いのが酸があるというか。多分このお皿の中に昆布の旨味っていらないなと思ったので、はい、でヤメ茶のテアニンっていうような、昆布だとしつこく白甘鯛だけのパワーがすごいから、他のことは余計なこと久々に何もしなかったです、はい、多分旨味中毒の人って物足りない感じがっていうことのうまみ中毒ってのは濃い味だね。濃い、まあいわゆる分かりやすい、まあ、味の素、昆布、カツオが入るだけでもうまいじゃないですか。そうですね。だからさっき僕言ったように、うまみっていうものに価値がなくなってる時点で誰でも再現できちゃううまいが。酢豚カリフラワーって書いてるんですけど、カリフラワーが、発酵じゃがいもに今日は変更になってます。だから気分的にカリフラワーじゃないなと思ったので、はい、勝手に変えさせてもらいました。豚の顔ですね、こちら柔らかく茹でこぼしてから炒めてテリーヌ状にしたものですね。こちらに刻んで、パートピローという極薄の生地ですね、こちらに入れて、パリパリに焼き上げたものです。で下には、唾液に含まれているアミラーゼという物質ですね、こちらを使ってじゃがいものでんぷん質全部透過させてしまったもう本当にシンプルなじゃがいもですね。はい、で上にかかってるソースが、しじみの、シェリー漬けにした時のだしですねと山椒とバルサミコ酢を合わせたソースをかけてます。パリパリ、これめちゃくちゃうまいです。嬉しいです。消化。山椒か。そうですね、山椒もこれポップアップの時に
そうなんだ、もっと仕込みありきですね、佐藤さんの料理って。来年になったらもっといい状態なんですよ。1年間の仕込みしてるって。すごい仕込みの料理だと分かりやすい、食べて。なんかひどいことになってます。仕込み部屋って呼ばれてますよ。めっちゃうまいこれ。これぞペアリングって感じです。そうですね。綺麗です。絵画見てるみたいな。そうですね。綺麗だけの料理って結構ありますね。あります。ちゃんとしかも美味しいです。買えますね。そうですね。これを盛るためだけに焼いてもらうっていう次の料理でですね、フォアグラ治療っていうなんか独特のネーミングではあるんですけど、フランスのフォアグラですね、こちら日本に入ってくるまでに最多でも大体2週間ぐらい時間がかかってるみたいで、油の塊なのでフランス本で食べるものより圧倒的に酸化されてるんですよ、日本のものっていうのは。はい、なので、コーヒー豆とパシートっていうのは洋酒ですね、こちらを使っているようなアルコール性の水溶液の中で49度で3時間ですね、ゆっくり火を入れて、末端にある細胞ですね、神経を通して血管を通して全部水分入れ替えてしまって、で pH としては、アルカリ性によって中性ぐらいですね、はい、に戻したフォアグラですね。なので治療っていう。ビーツのパウダーと、ピスタチオの飴がけ、あとニポーレンという蜂が集めた花粉ですね、カカオニブですとバルサミコ酢のソースをかけてます。どうぞお召し上がりください。治療です。はい、治療ですね。まさにですね。まさにです。ということで、それよりももう少し穏やかな火を使ってないソースのうどんがふわっふわ。もうこれに関してはもう本当にもう正直美味しいというのを狙ってなくて、世界で一番軽く食べてほしいので、はい、これフォアグラって言われなかったら、フォアグラって分かんない。クリームっぽいし、価値というか価値って言ったらおかしいんですけど、クリームチーズみたいなね。はい、フォアグラ料理は重いっていうのは時代として古いっていう。まあね、ですね、美味しいを狙ってないですよね。当時カプリチョーザっていうファミレスですね、はいはい、あそこに行った時にカニの渡りガニのトマトクリームスパゲッティ、あれ食べて、世の中にこんなうまいものなんだなって、でイタリア料理やろうって。次はですね、北イタリアの伝統的な手打ちパスタのタヤリンですね、卵黄だけを使った極細の麺ですね。こちらにあら汁ってメニューに書いてるんですけど、魚の余ったあらですね、こちらで作ってるスープドポーソン、こちらでしっかり炊き込んでいくというか、炊き込みご飯を炊くような感じでしっかり味を含めたものですね。はい、で横に合わせてるソースが、黒いのがイカスミのソース、黄色いのがニンニクとサフランのマヨネーズで、緑がバジルのソース、白いのが、ニンニクと魚のピューレ、赤いのが、ピカンテのオイルです。好きなところでつけながらお召し上がりください。味変みたいな味ですね。右の人と左の人が意見が違う料理があっていいんじゃないのかなって、美味しいと思った場所があってももうそれが再現されないっていうのが、そうですよね。なんかロマンがあっていいなと思ってビリヤニ食っても思いますよ。なんか色濃いとこと、村缶みたいな、村缶、あれがうまいじゃないですか。あれを楽しむんですよ。はい、今の場所めちゃうまいとか、村缶ってそうですね。僕だから卵かけご飯粗く混ぜて、あえてなんか白飯が多いところとすんごい白身しかないところみたいな感じがすごい好きなんですよ。わかります全部混ぜきらない。そんな量ありますね。黄身、白いられとか、黄身だけだみたいな。僕しましたんで、気にせずパパッと食べてください。こんな色で作るんでしたはい、こんなやつもいるんですよ。次の料理ですね、クエですね、クエ、こちら長崎のものを、
炭火を使って大体4時間ぐらい焼いたものですね。休ませながら。で、横に合わせてるソースが茶色いのがですね、すっぽんのお出汁ですね。すっぽんのお出汁ぎゅっと濃く煮詰めたものです。で、白い、ピューレみたいなのが大根と玉ねぎ、こちらで作った水キムチですね。こちらのピューレです。で、赤いトマトとかといろいろ混ざってるのが、きゅうりで作ってる水キムチのタプナードですね。ここに出しているのがムール貝なんですけど、もうポン酢みたいな感じで、追加発酵させたものとナンプラーとネギのオイルを合わせたものです。お肉なんじゃないのかなっていうぐらいムチムチしてる魚なので、重たいソースはかけないでさっぱりしたようなコンビマンで食べてもらいたいな。綺麗。嬉しくなっちゃいますね、声が揃って言われると。最後こちらエゾ鹿肉ですね。鹿茸って書いてるんですけど、炭火を使って焼いたものですね。で、今日合わせてるソースがその出汁ですね。その骨から取ってる出汁と肉から作ってる醤油ですね。肉醤、こちらを合わせて作ったソースです。で、オクラまんじゅうと、きのこですねのソテーを添えてます。で、手前に添えてる、ピューレみたいなのが麹と肉醤と青唐辛子、こちら合わせたものです。このソース美味しいですね。嬉しいです。ただ本当にでもシンプルですね。シンプルですね。はい。はい。だしと。はい。だしとそのお肉の醤油ですね。醤油。はい。だんだんこう後半になっていくともう手数が多くなってきても全然話せなくなるっていうのとデザートトウモロコシ昆布そばって書いてるんですけど、そば茶を使ったジェラートですね。こちらに本当トウモロコシだけですね。芯から取ったお出汁とトウモロコシと実でピューレにしたエスプーマですね。で、ローストかけた麹と、真っ黒に焦がした昆布のオイルをかけてます。昆布のオイルですね。はい。またイカスミかなと思ってますね。またこれは美味しい。これは。あ、いいですねこれ。これ美味しい。いろんな方向に味が。今日の料理の中で初めて昆布を使いました。最後にそれ以外は昆布って全く使ってないですよね。塩がかかってた方がうまいですね。それはあると思いますね。結局僕たちって一番最初に飲んでるのが乳なので、ってなってくると血液じゃないですか。血液の中のパーセンテージにはやっぱり塩って 100% 入ってるじゃないですか。やっぱ口当たりがいいと思いますね。締まるんですね。しまいますね。確かに。失礼します。はい、最後お茶菓子です。水羊羹ですね。水羊羹に、くるみですね。くるみの蜜煮を乗せたものです。あと真ん中が自家製のチーズのタルトです。で、上には、バラの花のピクルスを乗せてます。で、一番左側が台湾山椒ですねを使ったホワイトチョコレートの生チョコレートです。特別なんかこだわってるもの何もないのでただの本当にお茶菓子ですねメニューはこうどれ月に1回ぐらい変わるんですか？いや、もう全然ほぼ毎日変わってますね。こう佐藤さんのなんか思いつきで。今日そうです。はい、もう本当に良くも悪くも思いつきですね。はい。で、僕食材って指定するの好きじゃないですよ。もう信頼できる生産者の方にもぶん投げて勝手にどんどん送られてきて、じゃあどうしようかなって。はい。そうか。やっぱりこう退屈になっちゃうんですよね。これを作らなきゃいけないと思った瞬間に、カポナータ作ろうと思ってナスを買ってきて、パプリカを買ってきてとか玉ねぎを買ってきて、でトマトソースを仕込んで、なんかもうナンセンスな気しかしないというかナスもしかしたらおかかかけてポン酢かけた方が美味しいかもしれないじゃないですか。だったら決め打ちしないで今日集まったもので何とかしようっていうような、それが多分もしかしたらスモールチームの良さでもあるのかな。これが例えばチーム10人でやってるといきなりシェフが変えるって言っても末端までは絶対なんですかね、何もいかないんですけど、一人っきりで全部仕込んでるんでできることではあるなっていう。仕込んでるものはあるわけですよね。ずっとこうずっとそうですね。どんどん仕込み続けてますね。仕込み続けてその時の食材と合わせて。そうです。
6日月ずつこうやってずらしていくってお皿の中で、例えば半年前に仕込んだものっていうのを今日のお皿の中に乗せていくとか、こういう陰と陽っていうこの流れっていうのですよね、こういうのをすごく大事にしてますね。正直に無理して欲しがってもしょうがないんで、ないものないしっていう、なかったら北海道でも生きていけないですよ。東京ぐらいの気温だったら冬生きていけると思うんですけど、開墾してきた北海道の祖先の人たちっていうのは絶対に知恵がないと生きていけなかったので、なのでその時の貯蔵として乾燥なのか塩蔵なのか発酵なのかっていうことはずっとやり続けて、今あるからで全部使い切らないっていう、旬の時期は保存食に回してますね。全部いい感じでやってます。美味しかったです。ありがとうございます。